皆さんこんにちは。アダルトチルドレンについての電子書籍作家自分探しイズムです。このチャンネルはアダルトチルドレンの直し方や改善方法や生きやすくなるための情報を配信しているアダルトチルドレン専門チャンネルです。今日は心が育つためにとても大切な共感してもらうことについて話します。小さい頃から親に共感してもらえなかった人はどのような問題が出るのか、そのような人はどうすればいいのか、ポイントの振り返り、このような順番で話します。このチャンネルの動画は字幕もつけられますので、必要な方は字幕の設定をオンにしてください。赤ちゃんは最初自分の感情がわかりません。ウキウキする感じ、高揚した感じ、チクッとする感じ、息苦しい感じ、胸が締め付けられる感じ、胸が圧迫される感じ、なんか変な感じ、などと感じても、それがどういう感情なのかわかりません。でもお母さんが、よかったねと言って笑ってくれる。ああ、痛かったねと言ってさすってくれる。悔しかったねと言って悔しそうな顔をしてくれる。などを通して、これは痛かったんだ。これは嬉しかったんだ。ということを覚えていきます。でも、子供の気持ちに関心のないお母さんや、人の気持ちが全くわからないお母さんもいます。赤ちゃんの気持ちに注意が向いていない、あるいは赤ちゃんが痛がっているのか、気持ち悪がっているのか、寂しがっているのか、悲しんでいるのかわからない。これでは赤ちゃんの心の成長は遅れたり難しくなります。このように共感されずに育ったアダルトチルドレンは自分の感情がわからなくなるかもしれないし、さらに共感力が育ちにくくなるので、自分だけではなく他人の気持ちもわからなくなるかもしれません。このような人が大人になって頑張ってコミュニケーションしようとすると、言葉はよく話すけれども、客観的な事実の話だけで感情を伴った言葉が出てこないということになります。人と親しくなるのに大切なことは、発する言葉の数ではなくて、感情を共感し合うことです。なので、感情を伴った言葉を話さない人は、人間関係を築くのが難しくなります。また、共感力があるから、人に優しくできたり、協力できたりしますが、共感力がないと、そのようなことも難しくなります。他にも共感されずに育ったということは、情緒的な温かさを与えられていないのだから、他人は冷たいと感じ、他者と親しくなること自体を避ける人になるかもしれません。以上のようなことから、良い人間関係を築くのが難しくなります。そして、親から共感体験をもらえなかったということは、孤独感を増すということです。自分は一人だと感じ、誰にも助けを求めない人になるかもしれません。このような人は、誰も助けてくれないのだから、人生が
不安や恐怖でいっぱいになることになります。また、共感してもらえなかったということは、一人の人間として重きを置いてもらえていないということですので、自分の気持ちや意見に自信が持てなくなるかもしれません。こうなると自分の気持ちや意見を表現できなくなります。このような人は自分が何を求めているかということは言わずに、どうでもいい情報や興味のない質問ばかりをすることが多いです。では、どうすればいいかということですが、まず自分の感情を考える習慣をつけましょう。今自分はどう感じているのかな、あの時どう感じていたのかな、今自分は何を望んでいるのかな、あの時本当は親にどんなことをしてほしかったのかなと、自分の感情を意識的に考えましょう。そして今この人はどう感じているのかな、あの時あの人はどう感じていたのかなと、他人の感情も意識的に考える練習をしましょう。わからないから考えないのではなくて、わからなくてもこうなのかな、こうかもしれないなと、自分の気持ちや周りの人の気持ちに関心を向けるようにしてみましょう。関心を向けることが最初の一歩です。2歩目は、その感情を自分の感情も他人の感情も上手に表現する練習をするということです。自分の感情を感じられない人は、自分に対して共感的になれていないということです。泣くことを我慢する人もいますが、泣けるということは自分に共感しているとも言えます。泣くことも決してマイナスではありません。感じてはいけない感情などないのだ。自分の中に生じる感情は感じて正解なのだと理解しましょう。次に大切なことは、小さい頃の共感体験の欠如を少しでも補える人のそばに行くということです。小さい頃から親に共感してもらったことがないのであれば、今から親に共感してもらうことは難しいと思います。ならば、親以外の人で共感力のある人のそばに行きましょう。難しいかもしれませんが、それを目標にしましょう。共感が痛みを和らげるという実験があります。男性が恋人の手を握り、女性に痛みを与え、その痛みの程度を答えてもらうという実験です。これを複数のカップルにしたところ、与える痛みの刺激はみんな同じですが、共感力のある男性が手を握ったカップルは痛みが軽減されました。共感してもらうことは痛みさえも和らぐということです。では、どのような人が共感力があるのかの見極めですが、人の気持ちがわからない人は、だからこうなるって言ったでしょ、ね、美味しいでしょ、ね、言った通りでしょと自分の目線であなたのことを決めつけます。また自分しかないので、ああしなさい、こうしなさい
とあなたをコントロールしようとします。このようにあなたのことを決めつける人やコントロールしようとする人は避けましょう。決めつけるのではなく、コントロールしようとするのでもなく、相手にどのように言われたの？親にもそのように言われたことあるの？なんで相手はそんなこと言ったんだろうね。あなたは相手がなんでそんなこと言ったと思う？そう言われたときどういう気持ちだったの？なんて答えたの？昔親に同じことを言われたときはどういう気持ちだったの？と、こちらに興味を持ってくれて、こちらの気持ちを理解しようとしてくれる人のそばに行きましょう。このように、こちらの気持ちに関心を持ってくれる人のそばに行ったら、次は自分の気持ちを伝える練習も必要です。とはいえ、これは相手選びがうまくいけば自動的にできることです。相手選びの段階で間違えると、これがとても難しくなります。自分の気持ちを伝えて共感してもらえるということは、心の成長にとても重要な安心、承認、一人の人間としての尊重をもらうことになります。そんな人いないと言いたいかもしれませんが、他者は皆自己中心的で自分のことしか考えていないという思い込みは、小さい頃からの親との関係でできたものです。これは認知の歪みです。確かに完璧な理想の人などいませんが、少しでも理解のある人のそばに行くことはとても大切です。では、ポイントを振り返ります。アダルトチルドレンにならないように、心が健やかに育つには、安全と安心が必要です。つまり、親がそばにいて、求めたらすぐに喜んで応じてもらえることと、欲求を満たしてもらえることなどが必要です。小さいあなたがおもちゃを壊してしまって泣きそうになっているとします。あら、おもちゃ壊れちゃったのね。あんなに大事にしてたのに、それは残念な気持ちになるよね。と気持ちを汲んでもらえた子は、この感情は残念な気持ちなんだと覚えます。そして気持ちを共感してもらえているので、ママは味方だと感じます。残念な気持ちになったときは、ママが味方になってくれると学びます。こうして安心できて心が成長していきます。でも、親が自分のことだけで精一杯で、子供に無関心だったり、子供の気持ちが全くわからない人だったりで、親に共感してもらえない子供もいます。ここまで聞いて、自分も子供の頃共感してもらえなかったけど、虐待されたわけではないし、そんなこと大したことがないと思ってる人もいるかもしれません。ネグレクトが子供の心にどういう影響を与えるかは簡単に想像がつくと思います。であれば、親の子供への関心のなさは、情緒的ネグレクトと本質的には同じだということにも気づいてほしいです。さらに共感しないということは、自分の欲求しかないということです。
そこでこのような心が未熟な親は、何壊してるの、乱暴に扱うからでしょう、とおもちゃを壊したことを怒るかもしれません。そして、早く片付けなさいとまくし立てるかもしれません。このように親に共感してもらえないということは、気持ちを理解してもらいたい、気持ちを受け入れてもらいたい、存在自体を重く扱ってもらいたいなどの欲求を満たしてもらえないということです。なので、親を敵と感じるし、心の成長が難しくなるし、自分にそのような欲求があることもわからなくなるだろうし、自分の気持ちもわからないかもしれないし、共感力も育たないかもしれません。そうであれば、付き合う人を選ぶ必要があります。でも、人間の不思議なところで、共感力のない親に育てられた人は、共感力のないパートナーに惹かれがちです。なので、親に共感してもらっていない人は、パートナー選びを気をつけましょう。すぐに理想の人などは出てきませんが、どういう人のそばにいてはいけないか、どういう人のそばに行けばいいかということをきちんと考えておきましょう。つまり、自分目線しかない自己中心的な人は避けて、それは悔しいね。それは悲しかったね。それは許せないね。それはこういう感情だったのでは？もし同じ状況を経験したら俺ならこう感じると思うよ。と共感してくれる人のそばに行くことを目標にしましょう。このような人のそばに行ければ、その他の問題の自分の気持ちがわからないとか、自分の気持ちを出せないとか、自己肯定感が低いなども改善されやすくなります。では今日はここまでにします。途中で飽きてしまう方も多い中、最後まで見ていただきありがとうございます。とても励みになっております。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。